はい。はい。What do you think about the new patch? やべえなこれマジ。いやいい演技するな。いやバフをもらうってどういう表現です例えばポケモンをか？はい。もらうときなんてこれ弱くて壊れてますという意味で使われることほとんどないです。まあそうですね。強すぎてぶっ壊れですという、What do you think about Street Fighter 6? 小沢さんは何か英会話で、失敗した経験が終わりですかという台本がありましいやて、そうですね。あるんですけど、まあぶっちゃけ別に成功したことがない。まあ英会話を経験したことがほぼないと。単語でジェスチャーとかでまあなんか物買ったりぐらいはありますけど、海外行った時に。ちなみに海外にはい。行った初めて行ったのはいつですか？で英語圏に行ったのは時戸さんに連れてっていただいたエボリューションが初めてのことです。なんか急に鉢巻き負け出しちゃった。いややばいでしょ。そんなわけないでしょ。そんなわけない。あれが初めてだったんだね。でもよくなんとかしたね。そうですね。結構いろいろ結構ルートも特殊で韓国内で乗り換えがあったりとか。そうだ。そう水葉と一緒に。水葉さんと2人でね。木戸さんはもう別ルートでもう先に乗り込んで。僕は基本的にはそういう時はもう遠巻きにこうやって見てるタイプなんで。いやもう全くないです。なんならもう俺たちがあんまり話しかけていいのかわからない大事な大会なのでそうだから多分3回ぐらいしか会話してないです会場で会うんだよな。そう会場で会って今回はもうありがとうございますって言っておうって言って時戸さんを歩いていくあれがやっぱそうか英語圏初めてだったんだ。初めてですね。まあ今後ねどんどんインターナショナルな世の中になっていると思いますので今まで以上に今回のこの企画を通じていろいろ学んでいただくと、はい、私も勉強中でございますので皆様コメントの方でよろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画どうぞ。どうぞ。Hey Kosaku! はいはい。 What do you think about the new patch? やべえなこれマジ。いやいい演技するな。いやなあ俺マジでこんな感じっすね多分ね。怖いわ初め。でもああいう人が実際いたのよ。いてくれたおかげで俺は上達した。上達したというか使う機会が増えたから上達したと思う。確かにね。初めが言ってたのはHey Kosaku, What do you think about new patch? あなたこのニューパッチについてどう思ってますか？What do you think っていうのはどう思ってますか？で about 何々とかでこれ何々についてっていう単語なんですが、それに対しての小作どう答える？なんて答えるのがあれなんですかね。最新のあれで言うとやっぱ自分のキャラクターが強くなったから嬉しいみたいな感じです。いいじゃない。強化？バフ？出たそれは知ってる。出ましたね。バフをもらうってどういう表現ですか？バフをもらう。もらった？例えばポケモンをもらうときなんて。すごい。先生になった方がいい。すごい。ってことは優しい。でつなげてこう。はい。ネカリゲット？これでも過去形とかなんですか？そういうことです。そうです。一応過去形にしたい。そう。ゲットの過去形ってなんですか？ゲット、ゴット。ゴット。ネカリゴット。バフ。そう。もう完璧です。おお。嬉しいって時ってこうなんかこうどれが適切というかなんかこう一番いいの。一番シンプルです。はい。I'm happy。いいじゃない。本当ですか？完璧。なんかこういろいろあるじゃないですかそういうのって細かいのなんか。いやハッピーでしょ。ハッピーでいいんだ。なるほど。だからってつなげたい場合は、そうだから、I'm happy。おお、
すごいすごいですね。すごい。まるで英会話。そうか、バフバフがあったのあでったので、逆のこともちょっと考えてみましょうか。はい。弱体化ですね。弱体化です。これはね、私でも知ってます。お、これは何これはナーフでございます。おー、FPS とかのゲームではい、銃がうん弱体化されて、うん、おもちゃのナーフみたいになっちゃったよっていうのが語源らしいです。ナーフっていうおもちゃがあるらしいです。それが FPS の世界から飛び出て、例えばまあ格闘ゲームとか、もちろん他のカードゲームとかもう一般的な英単語になってますよね、ナーフ。じゃあぜひ今回はね、バフとはい。ナーフ、ナーフ。そして嬉しい、嬉しい I'm happy 素敵な言葉ですね。そこをはい押さえていただければ、はい。うん、あー確かにそうですね。その初めの言ってたうん。What do you think? おお。どう思うのああ、確かに。っていうのはそうですねいい表現というかよく使われる言葉なので、あとね使われることも多いので、その時にこれ今自分の考えを求められてるなと。What do you think の後に、言われることについて、自分の意見を言えればいいなというふうに考えてください。What do you think about Street Fighter 6? ちゃうくて、なんかその楽しみですみたいなことは言いたかったんですけど、まだやってないよと。そうなんかね、いろいろ思い浮かんでくるんだけどな。とても楽しみです。感じで言うと、どんな感じでいいですか？とても楽しみにしていますか。とても楽しみにしています。なんて言うんだろうな。I'm looking forward to playing とか言うんだけど、キングフォワード。これでも長いからあんまり使ってほしくないんだよね。難しいから。難しい。なるほどな。今後。I am willing to とか、待ってますとかね。待ってますっていうね。I wait。wait。まだやってないんだよねとか。だったら、I did not play yet とかつけるかな。はい、それでは続いての動画どうぞ。GG, your character is broken. なんなのこれ。一応説明すると、まず初めが使うガイルが小作のネカリにボコられで負けた後で、GG とグッドゲームとグッドゲームと言いつつも、最後に負け惜しも言うわけですわな。Your character is broken。これはですね、Your character、あなたのキャラクターは broken、壊れてます。これ弱くて壊れてますという意味で使われることほとんどないです。まあそうですね。強すぎてぶっ壊れですという表現ですね。そのぶっ壊れキャラクターっていう表現だからそのまま通じるんですね。だから確かにここだから英語と日本語で同じなんですね。画面内の小作もちょっと言われたこと多分分かってましたね。むってなってたから。確かにね。まあ確かにブロークンぐらいだったら分かってちょっとなるかもしれない。それに対して小作の答えはちゃんと対策すれば5分ぐらいですよ。これやばい。これやばい。さあ、すごいさ、なんかさ、めちゃくちゃでかいやつが隣に座っててさ、そうですね。そんなこと言えないよ。言えないよ。でもリアルなんて返しますかね。まあそうですね。ガイルにはいけるけど、とかちょっとさっきの復習になっちゃうんだけど、これガイル不利ですよ。まあそうですね。ガイル側が不利ですよっていう場合は But I thinkバッドマッチアップフォーガイル。完璧じゃん。学習。15分前にやりましたからね。それはそうなんですけど。対策、確かに。対策は
対策するっていうのはね、1個の単語で使うことは僕はあんまりやんないし聞かないかな。対策するようだったら I will practice against 〇〇キャラクターとか I make a strategy against キャラクターっていう言い方に今しちゃってますね。あとは対策をするというかマッチアップを知ってるっていう表現に僕だったらもう変えちゃって、if もし if you know this matchup もしマッチアップを知ってれば、5-5とかっていう言い方になってるかな。なるほど。この組み合わせを理解できてれば5分。キャラ対策。そうですよね。だからもう使われてないってことは。マッチアップって言います。それも。そのキャラのことを確かにノーマッチアップ知ってる。へえ。なんかそれちょっとなんかニュアンスと違うというかあれです。直訳ではないです。そう。組み合わせを知っているかどうかっていう表現で言われることが多いかな。カウンタープラン。カウンタープランっていうのは一回も現場で使われてない、じゃあもう本当にマッチアップで。マッチアップなんとかとか。カウンタープランちょっと使ってみようかな。多分通じるんだろうね。通じると思う。I have a counter plan against 〇〇とかね。なるほど。以上第2回格ゲーイングリッシュでした。小田さん、今回の感想は？いや、そうですね。ちょっと先生が褒めて伸ばしてくれるんで勇気が出ますわ。勇気が出ます。はい、ありがとうございます。勇気は本当に大事ですからね。英語とか語学多分ほとんどそうなんでしょうけど、特に日本の方は基礎的な単語とかの知識は本当にレベル高い。使う機会がなかなかないんでね。その機会を、勇気によってなんとか増やしていきましょうという企画になっております今後もさまざまな格闘ゲームに関する英会話の方を紹介していきたいと思いますので、皆様よかったらチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。また。